は長谷川の72分の1スケール航空自衛隊 F4EJ ファントム2の仮組みを行います。長谷川の9番ファントムね。そうそう、何度か紹介してますが2代目となるのかな。 C 隊の F4EJ、F4E の2つが2代目で E 隊の F4BN と F4EJ 回が3代目というわけね。初代が出たのは1966年かな。型式はミキサイですがショートノーズです。後に F4J や F4KM として1980年代前半頃まで定番品だったキットね。そうなのだ。この初代ファントムは大ヒットとなったようですね。国内メーカーが日本の対戦機を販売していた時期にあえてジェット戦闘機をシリーズ展開。そうでした。このジェット戦闘機シリーズがイギリスの老舗であるフロックとの提携につながりブランド認知のきっかけとなった。飛行機の長谷川の原点で2代目は1972年に発売されたロングノーズ EJ 型や J 型 F 型として定番化した。サンダーバード仕様や5000機記念機などもあるのね。そして3代目なんだけど長谷川審判と言われてるキット。審判と言いますが登場は1990年35年前のキットというわけね。審判は様々な型式を網羅しましたが今は EJ 回と BN 型が定番化されている。それで今回は2代目ね。一般的には9番ファントムで通っていますね。このキットも昔からよく知っているキット。ロングノーズでベトナム迷彩機が大好きなのでね。まあ塗るのは本人なので正しくは迷彩機のマーキングがついたキットですが、投稿者が中学生ぐらいの頃は西友、ジャスコ、ダイエー、ホームセンターで買えた。割引されてお得でしたね。ただトツモールドだったのが残念だったけども、不死身のファントムや長谷川審判などのオーモールド版も出てましたけども、決め手はプライスですね。投稿者が買い始めた頃はシルバー箱で確か700円だったような。今は1000円ですね。それでも安いですけどね。当時はさらに割り引いた価格で買っていた。数を作りたいので価格優先でしたね。なるほどね。ところで9番は EJ 型で審判は EJ 回なのね。 EJ 回の運用開始が1989年ですからね。9番はそれよりも前に発売されたので EJ 型。審判も1990年登場時点では EJ 型だったようですね。そうそう。1994年にリニューアルして EJ 回のキットが発売されたわけね。最終的に定番品として残っているのは9番では E 型と EJ 型、審判では EJ 回 BN 型となった。ところで EJ 型と EJ 回の違いって何なの？ EJ 型はアメリカ空軍機の E 型がベースとなっていて、導入にあたり周辺国を侵略しない意思表示のため対地攻撃能力や空中給油能力を省略したみたい。 E 型のグレードダウン版ってこと？野党に追求されてこうなったわけね。外見的な違いはこんな感じとのことです。レドームにライトニングアレスターや主翼翼端や垂直尾翼などにアンテナやセンサーが追加されているのね。その他にも胴体上部のアンテナ形状も変わったのだ。ふむふむ。 EJ 回は非対寿命延命、レーダー、搭載ミサイルの火器管制システムの近代化が図られ、その際に対地攻撃能力も追加されたみたい。ベレンコ事件で問題となった下方低空目標の探知も向上したわけね。 EJ 回になってからは揚撃飛行隊以外にも対艦、対地任務と幅広く使用される支援戦闘飛行隊にも配備されたとか。 F2 の開発が遅れたのでつなぎとして運用されたわけね。そうなのだ。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは上昇中の F4EJ ファントム2なのだ。マーキングからだと1980年の千歳基地所属機ね。背景は北海道の大地貨車。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは4種類。航空自衛隊第2航空団第302飛行隊で千歳基地、航空自衛隊第6航空団第303飛行隊で小松基地、航空自衛隊第5航空団第301飛行隊でニュータバル基地、航空自衛隊第6航空団第306飛行隊で小松基地となる。なるほど。部品点数は67点。ジェット機の飛行機プラモデルとしては部品点数も少なめですぐに形になりそうね。では長谷川72分の1スケール F4EJ ファントム2の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。
操縦席は全部で4パーツ。全脚庫の上に操縦席床を配置して座席2つを取り付けて終了。ファントムは複座でしたね。ケーキパネルは胴体につけるのね。ケーキパネルはモールド表現。パイロットが2名ついてますね。大きさが違いますね。サイドパネルもモールド表現で割と凝ってますが、操縦感もないので乗っていただいた方がいいかなと思うのだ。なるほど。次はエンジンですね。エンジンといってもノズルのみ。この時点では切り出して終了。こちらも総発エンジンなので2個切り出しね。次はエアインテーク部分。左右それぞれで2パーツずつとなる。こちらも後ほど胴体に取り付けるわけね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とケーキパネルを挟み込んで接着する。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドになります。凸リベットもところどころ入ってます。主翼はどうでしょうか？主翼は3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも凸モールドとなる。最近のファントムキットに比べるとパネルラインは簡素かなと思いました。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。取り付ける角度に注意が必要ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤと支脚、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前輪ね。前輪は5パーツ構成となる。前脚と支脚、タイヤの構成ね。前脚も胴体に接着するカバーもあるのだ。細かい部分の取り付けもあるわね。機種に 20mm バルカン砲などと胴体に取り付けるパーツがある。バリエーション展開用の差し替えパーツかしら。エンジン付近に着艦フックも忘れずになのだ。最後はアクセサリーね。胴体下に600ガロンの増装を1つ、左右主翼下に370ガロンの増装を1つずつ取り付けられる。ふむふむ。増装はそれぞれ2パーツ構成となる。カーゴポットも取り付けられるのね。カーゴポットは左右主翼下にそれぞれ1個ずつ吊るせる。手荷物などが入れられるのね。さらに胴体下にスパローを4発。なるほどね。最後に総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケール航空自衛隊 F4EJ ファントム2の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？長谷川の2代目のロングのオズファントム。部品点数も少なく簡単に形となった。モールドは凸モールドでしたね。凸リベットも加わっていた。初代ショートノーズは凸リベットの主張が強かったけども、こちらは抑えた感じとなっていた。マーキングも4種類ついていてお得ですね。ファントムといえば細かいコーションがお約束。それらは省略されている反面、4種類のマーキングがあるのは嬉しいですね。コーションを貼るのも大変ですからね。凸モールドもキットのまま彫り直すのであれば直線が多く挑戦しやすいのかなと思いました。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。